皆さんこんにちは。今回の解説では、製造現場や物流の最前線にいる私たちが、今まさに直面している一番厄介な問題について切り込んでいきます。それはズバリ、複数メーカーのロボットたちをどうやってひとまとめに管理するのかという問題です。本日はこの頭を悩ませるカオスな状況をすっきり解決する手法を一緒に深掘りしていきましょう。最初はね、1台のロボットを買ってきて動かすだけ。とってもシンプルですよね。でも、ちょっと想像してみてください。これが10台に増えて、しかもメーカーも操作方法も API もおまけに保守契約まで全部バラバラだったら、そう、現場はあっという間にカオス状態です。単にロボットを買うという話から、この大群をどうやってコントロールするのという全く別の次元の課題に変わってしまうんですよ。そんな悪夢のような状況から私たちを救ってくれるのが RCO スタックと呼ばれるフレームワークなんです。これ、ロボットの制御と統合を5つの層に分けたすごくクリアな考え方なんですね。つないで、翻訳して、制御して、動かして、そして維持する。この5つのステップを今から順番に紐解いていきましょう。さて、まずは基礎となる下の2つの層、第1層と第2層のデータの接続と変換から見ていきますね。ここで絶対に外せないキーワードが相互運用性です。なんだか小難しい言葉ですが、要するに新入りのロボットが昔からあるシステムとちゃんと仲良く連携できるかってことなんです。実は今、ISO21423 やこれから出てくる VDA5550 といった新しいルール作りが進んでいて、このみんなでつながろうという動きを強力にバックアップしてくれているんですよ。でもちょっと待ってください。ただ物理的にケーブルがつながったからってお互い言葉が通じるとは限りませんよね。例えば A 社のロボットは待機中と言い、B 社は利用可能と言い、C 社に至っては謎のアイドルコード00なんていう暗号を出してくる。これじゃ会話になりません。だからこそ間にアダプターやマッピングの層を挟んでみんながわかる共通の運用モデルに翻訳してあげることが必須なんです。これがないとロボットを1台追加するためにとんでもない開発費用が飛んでいくことになりますからね。さあ、データを共通言語に翻訳できたら、今度は視点をぐっと引き上げます。第3層と第4層、制御とオーケストレーションのステップに進みますよ。ここからはロボット単体ではなく、工場全体の仕事の流れに注目していきます。ここで皆さんにぜひ意識していただきたい重要な境界線があります。統合制御とオーケストレーションって実は全く別物なんです。統合制御というのは、例えば同じ通路でロボット同士がぶつからないように優先順位を決める、いわば交差点の交通整理みたいなものです。でも、オーケストレーションは違います。これは施設全体を流れるビジネスのワークフローそのものを管理することなんです。ですから、本当のオーケストレーションというのは、ただ機械の面倒を見ることじゃありません。基幹システムがお客様からの注文を受け取って、倉庫のシステムがそれを処理、無人搬送車が荷物を運ぶ、そして昔からある古いエレベーターや自動ドアとタイミングを合わせながら、ロボットアームが作業をして、最後は人間のスタッフがしっかり確認する。システムも古い設備も、そして人間も全部巻き込んで、一つの途切れない美しい流れを作り上げる。これがオーケストレーションの真骨頂なんです。そして、いよいよ最後、第5層の保守とライフサイクルにやってきました。実はここ、最初の導入の時には一番忘れられがちなんですけど、間違いなく一番大切なポイントなんですよ。だってそうですよね。私たちは展示会で週末の数日間だけ動かすためにロボットを買うわけじゃありません。5年、10年という長いスパンで付き合っていくわけです。だからこそ OPC-UA4 ロボティクスのような指針を頼りにしながら、ちゃんと状態を監視してファームウェアを更新して、いつかは別の機械にスムーズにバトンタッチできるようなインフラを最初から設計しておかないといけないんです。もしこの保守の層をすっぽり忘れていたらどうなるか。新しいロボットを入れるたびにバラバラの保守契約に振り回され、部品の調達先も別々、エラーコードの読み方も違う。現場のスタッフの負担はまさに雪だるま式に膨れ上がります。特定のメーカーのシステムに縛られて身動きが取れなくなる、いわゆるベンダーロックインに陥って長期的なコストがとんでもないことになってしまうんですよ。さて、今回の解説もそろそろおしまいです。最後にこれだけはぜひ心に留めておいてください。私たちが自動化を進める上で本当のボトルネックになるのは、
ロボットの機械そのものではありません。すべてを束ねる、オープンで一元化された司令塔がないこと。それこそが最大の壁なんです。明日、ご自身の工場のフロアを歩きながら、忙しく動き回るロボットたちを眺めるとき、ちょっと立ち止まって問いかけてみてください。私たちのこの現場で、彼ら、ロボットたちの司令塔になってくれているのは一体誰なんだろうと。今回の解説が皆さんの現場をより良くするための新しいヒントになれば嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。